こんにちは、銭湯きみこです。今日はですね、心拍の手入れを、ちょっとやりたいなと思っています。皆さん、私もですけど、お悩みの杉葉っていうのがね、出ちゃう、ものがねよくありますね。特に葉っぱの細かい小の、糸魚川系の銀賞とか銀賞とか、そういう葉っぱの短い小のやつなんかはやっぱこう根をですね強く切ったりとか、剪定をがっつりやっちゃったりとかすると、杉葉が出るわけなんですけど、こんな感じですね。これソナレ科っていうぐらいの、杉葉の出方。これはもうこの状態のもので杉葉治んないからいらねえやとか言ってですね知り合いの人にもらったやつなんですけど、でこれもちょっと作ってみーやみたいな感じで会の先輩のご高齢の方からいただいた、糸魚川の心拍なんですけど、これも結構ね、杉葉がちょろちょろ出て、まだね普通杉葉が出たら治るのには3年はかかるってねよく言われていて、その間はですね肥料はやらずに、日当たりいいところで、で水はたっぷりやってよくね休ませてやれば紐に戻るぞって、すごく紐っぽくなるぞっていうことでですね、それを信じてやってるんですけど、こういう杉葉が出るのってよく先祖返りってね言われる現象なんですけど、植物学上はですね、その派遣異性っていうね、そういう植物の反応であることは分かっています。派遣異性っていうのは葉っぱの形が変わることなんですけど、植物にはよくあることなんですよね。特にヒノキ系のヒノキとかそういうね杉とかそういうのの、若い木、まだ先頭の高さこのぐらいかな、大きくなってない木なんかは、いろいろ危険なことがあるわけですよ。一番はその害獣による食害っていうのがねあって、鹿ですね。ただの鹿かと思うんですけど、その鹿の存在っていうのはやっぱりね森林の方ではですね大きな問題になっていて、それが鹿の食害でなかなか森が育たないとかね、そういうのはねあるみたいなんですよ。つまりもともと植物はその長いね歴史の中で動物とか虫とか、私たちとか人間とかですね、何か自分以外の生物に食べられるっていうね運命宿命を追っていて、もう植物もねきっとそれを分かっていて、それでなんとか、その中でも、生き抜こうということで、葉っぱをトゲを作ったりとか、逆にそれを利用して繁殖の手段の一つにしたりとかしてですね、うまいことねすごいやってるんだろうなって思うんですけど、でやっぱ杉葉が出てるのってやっぱ頑張っちゃってる状態、無理させてっちゃってる状態なんで、ちょっとね大丈夫だよっていうのをちょっと落ち着かせようと、少しね老化を早めてみようかなと。そしたらちょっとどういう反応になるか気になったので、今回はエチレン、植物成長調整剤を、ちょっとだけ使ってみようかなと、実験的にですね。エチレンは気体のホルモンなんですけど、これをね噴射して使うものらしいんですが、効果としては、熟気促進とか、着色促進とか開花促進、あと葉っぱの理想形成とかですね、いろんな植物の成長を早めたり老化させたりする効果があるんですよね。今回はちょっと薄めで2000倍ぐらいに希釈したものを、ちょっとね週に1回ぐらいかな、そのぐらいの、感覚でシュッシュしてみようかなと思います。ちょっとね風がないのを確認して、ちょっとねシュッシュして、
完了です。どんな効果があることやらという感じで、メモしてまた途中経過いいことあったら報告したいと思います。そういえば今日から大宮の東寺園さんですね。私も昼間さんにお世話になってるとかいろいろお世話になってるんですけど、そこの東寺園さんのところでフェスがね合ってるみたいですよね。私もすごく行きたかったんですけど、ちょっといろいろちょっと遠かったんで今回は諦めたんですけど、前回遊びに行った時にね、みんなでルーレットで作ったやつはまだちゃんと元気にしております。こいつはですね、ちょっとね食い込んできたんでもうちょっと外そうかなと思うんですけど、だいぶね食い込んだんでだいぶもう結構来てますね。ちょっとまた秋に俺は針金かけ直して、ちょっとこういう風に、少しこういう風にして、やり直してもいいかもしれないですね。じゃあ次この辺行こうかな。結構トヤとか出てるんで少し掃除していこうと思います。こういう風に中の方にねちょっと枯れた枝とかあるんですよ。ちょっと黄色っぽくなってるトヤって言われる葉っぱがあったりとかして、これはね勝手になくなっちゃうんですけど、風通しがね良くないのでこうやって時々掃除をして、夏場は結構不定期にこういうものが出てくるのでこう手で簡単に揺すっても取れますから、こうやってね掃除をしてしまいます。でこの辺のちょっとね弱い葉っぱはもう枝にはならないので、この辺も少し掃除して、風通しを良くしてあげるっていうのを全体的にやっていきます。で時々こう中の方にこういう短い詰まった葉っぱがなんか出てくるんで、こういうのは大事に取っといた方が良いですね。やっぱこう中の方のね風通しっていうのは結構やっぱ大事なんで、わしゃわしゃしててもしょうがないんで透かしてあげると、それで適期に小枝の針金かけぐらいだったら別にいつやったって構わないんですけど、しっかり形作るとかそういう適期が来たらしっかり針金で矯正してあげて、簡単に掃除は終わりました。ここは最終的には切るつもりです。次これなんですけど、これは私がちょっともう形は自分でこうねじねじして作ったやつですね。これを少し刃を透かしていこうかなと思います。基本的にこう下向きのちょっといらない枝なんか葉っぱなんかを私はちょっとこれは摘んでいくだけにしておきます。それやっていくだけでもなんとなくこう棚ができてきてなんかちょっとすっきりするんで、定期的にこれもですねやっていきます。真ん中の間の葉っぱを取ることでちょっと枝が間延びした印象になるんですけど、それは針金かけてこうやっぱこう手繰るような畳むような静止をまたしていくと奥行きも逆にこう出てね良い感じにカバーできると思いますので、目的は夏にこう中の葉っぱを透かして、蒸れ対策ということですね。ではこれで OK です。あとは何かあったかな。これも同様にちょっとモコモコしているのでこれは糸魚川じゃなくて紀州っていうちょっと太い葉っぱなんですけど色味もちょっと糸魚川よりは深緑っぽい。糸魚川はちょっとね黄緑っぽい性にもよると思うんですけど、こういう色味で、この紀州はちょっともうちょっとなんていうんですかね、緑なんですよね。これは挿し木してちょっとイカダっぽく作ろうと思って太い枝を横に伏せて刺して 5,6 年経ってるやつなんですが、
これも針金掛けも特にあんまりやってなくて、ちょっと熱みだけでやり続けています。いくら透かしてもやっぱしばらくするとまたこうやってもこもこになってくるので、こういうのも定期的にこういらない間からこう透かして、ちょっとねすっきりさせるという作業をしていきます。はい、こんな感じにちょっと歯透かしました。いいんじゃないかな。どうしようか悩んでたんですけど、こういう風に枝はこういう風にちょっとね棚作って、枝もこっちもこうでちょっとこう畳んでこっちにこう流すようなで、この枝切ろうと思ってたんですけど、もしかしたらこっちにグッと回して、でこういう流れでこっち側に流れていくような、そういう形にできそうな気がしてきました。今日はこれとこれの、8箇所をやりました。ちょっと枝がすっきりすることで、どういう風に、これから針金かけて形整えていこうかなっていうのがちょっと分かるようになって、良いと思います。風通しとか無理対策、それからもうどんどん暑くなってくるんで、そういう対策も含めて、新幅のお掃除、頑張っていきましょう。